はい、こんにちは。今日はね、テイルローター、前編、やっていきたいと思います。ヘリの後ろについてる部品なんだけど、これでどっちのヘリを改良したいということで、行ってみましょう。まず、この前作ったメカニカルミュール、こいつをヘリの状態に戻します。このヘリは以前作ったもので、一応人間だけが乗ってる状態であれば飛べるだけのスペックは持ってるんだけど、言うほど飛べるわけでもないし、安定性もあんま良くないんだよね。で、これ今約50キロの重りを乗せてるんだけど、これだと全然動けませんね。これはあんましパワーを上げると問題が出てくることが分かってるので、制御できる範囲にパワーを抑えてるんだけど、まずはそこから試していきましょうか。パワーを上げる方法としては、大雑把に電力を上げて回転数を増やすか、プロペラの枚数または面積を増やしたりして揚力を上げるってな方法があるんだけど、ひとまずこんな感じで、もともと作ってたプロペラを倍に重ねたものを用意しました。ただこれでも50キロの重りは無理か。一旦荷物は諦めるとして、私だけで試してみると、一応飛べてるんだけど、ちょうどギリギリアウトというか、浮遊するのが精一杯で、全然制御ができないですね。運が良ければ飛べるくらいの手応えです。さっきの映像では分かりにくかったので、何が悪いのかを分かりやすいようにちょっと電池を増やして試してみると、これが完全に制御不能な状態ですね。これはプロペラの反作用で、機体がプロペラと逆方向に回転する力が強くなって、腕力だけでは制御できなくなっちゃってる状態です。ただ逆にこの反作用さえ制御できれば出力を上げることができるんじゃないかってなところで、テールローターで機体の回転を制御しようっていうのが今回の算段です。よし、じゃあ実際に作っていきます。仕組みとしては単純に横向きのプロペラをつけるとして、問題はそのパワーの制御だと思うんだよね。これが強すぎると今度は逆にテールローターの力が強くなって逆回転しそう。ここのバランスをどうするかってのは悩みどころなんだけど、今ベースにしてるこれはシーリングファンの作成途中のもので、この時回転数を減衰させる機構も実現済みなんだよね。これをうまく使えばって思ってもいるんだけど、このプロペラはインテリア用で適当に作っただけなので、ちゃんとプロペラとして機能するようなものを作っていきます。プロペラの角度は結構重要な要素なんだけど、横向きに動くものは45度くらいでいけるんだったかな。ひとまず勘と経験の職人芸で作っていきます。一応ちゃんと回転するのは確認してるんだけど、この段階ではプロペラの向きが間違ってるというか、この2枚の向きが一致してないですね。
少なくとも全てのプロペラの向きは合わせとかないとどっちにも動かないものが出来上がるんだけど、そんなことも気づかずに機構を追加してますね。試しに動かした段階でこの2枚のプロペラが互い違いになってることには気づいたんだけど、おっと、完全に逆方向に動くような作りにしちゃってます。こういうのは動かして確認する方が早いってのが分かってて動かしてるんだけど、ここでやっと気づきました。で、ここまではひとまず実験用としてメインローターとは別に手動で動かす仕組みで仮組みしてるんだけど、そもそも手動で動かすと手で掴んだ時に機体を傾けちゃうのって取り付け位置からして良くなかったかもしんない。干渉する部品とかがなさそうなことも確認できたし、ちゃんと機構として組み込んでいきます。操作するスイッチは1本で、オンにした時にメインローターとテールローターが両方とも動く仕組みですね。ただ最初に言ったように両方ともが同じパワーで動いちゃうと上昇に対して逆回転が強くなったりして変な動きになりそう。この辺はちゃんと計算してるわけでもないので試しながら調整してるんだけど、そもそも計算するとしたらどんな計算をしたらいいのかもよくわかんないですね。揚力はできるだけ強くしたいってのと、その分の反作用を小さくしたいってところなんだけど、ポイントとしては重心とかも影響が大きいのでプロペラの位置とか高さを変えたりもしてます。途中おおむねうまくいってる状態からさらにパワーを上げたりして、それでまた悪くなったりを繰り返してるんだけど、なんやかんや割と飛べるようになってきたかな。いや、飛行中に急にバランスを崩すことが多いのはなんだ？もしかしたら私が機体から滑り落ちた判定になってそれで重量バランスが狂ってるのかもしんない。そう思ったのってコックピット周りを私の体を固定しやすいように板を追加しましょうか。そのついでにフォルムをかっこよくする方向でデザインし始めてます。実際に試しながら体を固定する部品の位置を調整したりしてるんだけど、どうもね、体を固定するようにしちゃうとずれにくくなる代わりにずれた時に戻しにくくなるかな。一定の効果は体感できてるんだけど、どっちもどっちかもしんない。とにかくああでもないこうでもないって感じでいろいろ調整してるんだけど、運がいい時は結構飛べるようになってきたかな。いや、まだバランスが悪いな。全体的なバランスが上がってきた分、いきなりバランスが崩れる現象が目立ち始めてきましたね。これさえなければ結構飛べそうなんだけどな。逆回転用のパワーに関しては当初減衰の機能で調整する方向性だったんだけど、やってる途中で電力供給が不自然に感じる現象があって、ちょっと原因がよくわからなかったので途中から別の電源系統を用意して、
そっちからの電池の本数で調整するように切り替えてます。これは臨時的な対応ではあったんだけど、この段階では不確的要素を減らしたかったのと、実際のところこの仕組みでも問題はないですね。ここでもしかしてテイルローターのせいで逆に悪くなってるんじゃないかって思って、いっぺん試しにテイルローターを外してみたんだけど、ないとこんだけ回転するってことはテイルローターの効果があるとみなしていいでしょう。それよっか、今の動きって途中から急に音が変わってパワーが急に上がってるみたいなんだけど、さっきから急に挙動が変わるのがこの現象っぽい。テイルローター外した状態でこれが発生してるのってメインローターに問題があるのか？配線とかは一応見直したんだけど問題が見つからなかったのって運の問題かと思ってそのまま続けてます。この現象さえ発生しなければ結構安定して飛べてるので全体の機構としては大きな問題はないはず。結局根本的な原因はわかんないんだけど、折しも私より少し早いタイミングで同じようなテイルローター付きのヘリに成功した663に聞いてみた内容を反映してみます。まずプロペラの向きを進行方向側に向けた方が効率が上がるっていうテクニックを教えてもらったので取り付け方を変えてみました。口で説明すると難しいんだけどこんな感じです。あとプロペラはそれぞれ2組で作る。今私は4組つけてるんだけどこれを減らします。まずこれで試してみるとだいぶ良くなりましたね。さっきまでは結構ブレてたのと1回ブレると立て直しが効かなかったんだけどブレにくいしブレても立て直しがしやすいですね。ただプロペラを2組に減らすことに意味があったのかってのが疑問だったのでこの後また4組にして試したりもしたんだけどそうするとやっぱし謎のブレが起きやすそう。正直納得はしてないんだけど実測上2組の方がブレが少なかったのでこれで進めましょうか。でこうなってくると私を無理に固定する必要もなさそうなのでコックピット周りの部品を外したりもしてます。せっかく一遍かっこよく作ったんだけど軽量化の方が有意義っぽいんでね。そんなこんなんで最初と比べるとかなり安定して飛べるようになりましたはいいんだけどこのヘリの主目的としては空中遺跡からロケットエンジンを持ち帰ること。じゃあロケットエンジンをゲットしたとしてそれを乗せて飛べるかというとまだまだ飛べないんだよね。実際にはこの後も若干の調整はしたんだけど動画の尺的にそれは次回に回しましょうか。ということでテイルローター前編やってみたわけなんだけどいかがだったでしょうか。
味でも悪い意味でも惜しい感じにはなってるんだけど当初よりかはスペックアップしてるのって一歩前進ってな感じですね。で、ロケットエンジンを乗せれない以前に空中遺跡にたどり着けないと目的は果たせないんだけど、そもそも次に狙ってる空中遺跡、この前の要塞の向こうに見えてて、距離は思ったほど遠くはなかったんだけど、あの高度まではまだ届かないんだよね。っていうか、あれ、もしかして最高難易度の空中遺跡では？だとするといきなりハードル高いかもしんないまあそういう不安もあるんだけど、引き続きやっていきましょうか。ということで次回はテイルローター過去後編やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。